カリエホン・デル・パドレ・レクオナの伝説。セニョール・パドレ・レクオナがどなたでいらしたのか、彼がこの通りで何をなさったのか、あるいはなされたのか、彼の名がこの通りに付けられた由来は、私には存じませぬ。今お話し申し上げますパドレは、この通りで奇怪な出来事に出会われたお方で、お名前はランサと申されました。けれどもみんなからはランチタス・ランサちゃんと呼ばれておりました。私どもは親しい方の名前にこういった親しみ込めた祝祥字をつける習慣があるのでございます。彼は愛されるべき方でいらっしゃいました。この優れたパドレ・ランチタスは、なぜなら彼自身誰彼の区別なく愛し、やめる者、困っている者には惜しみなく愛のある助力を授けたお方でございました。彼に後悔するのは喜びでしたし、彼の許しは持つ価値のあるものでございました。それはいつも良き神のご加護のもとに与えられたからでございます。私の祖父は彼をよく存じ上げておりましたよ。セニョール、少年だった頃に彼を見た者と知り合いだったのでございます。それゆえ、この奇妙な物語は真実なのでございます。ある夜のこと、それは陰鬱な夜でございました。雨が降り、冷たい風が吹いておりましたから、パドレ・ランチタスは友人の家と急いでおりました。そこでは毎週、彼と他の3人の紳士が金曜日の夕に集ってマリーリャカードゲームをしていたのでございます。大層真剣な遊びでしてな。セニョール、上手に遊ぶには大きな精神力がいるのでございます。彼は遅刻していて、それで急いでおったのです。友人の家に近づいた頃、雨と寒さのおかげで早く着きたかったのですが、一人の老婆が濡れた街灯を引っ張って彼に話しかけてきました。老婆は神の御憐れみのために急いで来て瀕死の男に国会を授けてくれと懇願したのです。さて、これは神父が拒むことのできぬ呼び出しでございますな、セニョール。けれども自分が加わらねば友人たちが困る。彼なしではマリーリャは遊べませんからので、彼は老婆になぜ瀕死の男のいる教区の主任司祭のところへ行かないのかと尋ねたのでございます。老婆は、瀕死の男はあなた様にしか告解しないと申すのですと答え、再び神の御憐れみのために急いでくれ。さもなくば告解は間に合わぬ。そして拒絶の罪はいつかご自身が亡くなるときにあなた様の魂に重くのしかかることになると懇願いたしました。それでパドレは彼女と共に出かけ、雨の降る冷たい暗い通りを泥の中、彼女の後を追って歩きました。そしてついに彼女は彼をカリエ・ホンデル・パドレ・レクーナと呼ばれるこの通りの東端エル・カルメン教会の方を向いて立つ長い古びた家、前面の壁の上、中央にコブ状の隆起のある家へと連れて参ったのでございます。大層古い家でして、セニョール、副王時代、大統領ポルフィディオの時代ではなくに建てられたものでして、窓はございません。一方の端に馬車の出入りのための大きな門と、中央に小さな扉、もう一方の端に小さな扉があるだけでございます。今は炭を売る者が住んでおりますよ、セニョール。老婆がパドレ・ランチタスを連れて行ったのはその中央の扉でございました。扉は施錠されておらず、彼女が触れただけで押し開き、二人は共に中に入りました。そして扉を入った時にパドレが最初に気づいたのはひどい匂いでした。それは長い間すべての扉と窓が固く閉ざされたままだった古い家屋でよく嗅がれる類の匂いでございましたな、セニョール。
けれどもパドレには悪臭よりも大事な要件がありましたから、ハンカチを鼻に押し当てるだけにとどめました。国に引っ掛けた板の上の貧しい小さなろうそく一本が遠い隅に置かれておりました。もう一方の隅では、土間に敷かれたゴザの上に一人の男が横たわっておりました。それ以外は、蜘蛛の巣があちこちに悪臭、老婆、そしてパドレ自身の他には、その部屋には何一つございませんでした。告解する相手を見るため、パドレ・ランチタスはろうそくを手に取り、ゴザの男のところへ参りました。彼を追っていたボロの汚い古毛布をめくると、そっと冷たい不快が胃の腑に走り、彼は老婆にこう申しました。この男はもう死んでおる。告解はできぬ。しかも随分長く死んでおったような風貌じゃ。と、それは事実でございました。セニョル、彼が見たのは乾いて骨ばかりの頭で、その上に黄色い皮が引き伸ばしてかぶせられ、目は深く落ちくぼんで閉じられている姿でした。男の胸の上で組まれた両手も、しなびた骨の上にしなびて密着した同じ乾いた黄色の皮に過ぎなかったのです。そういった奇怪な光景を見て、パドレは不安と驚愕に襲われたのでございます。しかし老婆は確信を持って、しかしなだめるように彼にこう答えました。この男を告解いたしますとも、パドレスとパドレちゃん。そう申しながら、彼女は遠い隅から釘の刺さった板を取ってまいり、彼からろうそくを受け取って、再び釘の上に固定したのです。すると男自身が光と影の中でゴザの上に身を起こし、しゃがれた声でこう吹いておる出を国会の祈りを唱え始めたのでございます。そのととなっては、もちろんパドレは彼の話が終わるまで耳を傾けるしかありませんでした。彼が語ったことは、セニョル、国会の秘密の封印の下で語られたものですから、当然ながら永遠の秘密のままにとどまりました。けれども、後にこういうことが知れ渡ったのでございます。彼が語ったのは、たっぷり200年も前に起こったことどもでして、パドレが歴史書を熱心に読まれるお方であったので、それと分かったのです。彼自身がそれら事件の真っ只中に身を置いており、自らが犯した恐ろしい罪をその一部となし、最後にはその古い時代に喧嘩で突然殺され、それゆえ国会を受けず魂の清めを受けのまま死んでしまい、それ以来彼の魂は地獄で焼かれてきたと語ったのでございます。彼からそのような奔放な話を聞いて、パドレはかわいそうな男の頭が熱で混乱しているのだろうと十分に納得しました。多くの方がそうなさいますからな、セニョル。死の間際には、それで彼に静かに横になってお休みください。後でまた参り国会を聞きましょうと約束したのです。けれども男は切実に叫びました。それではならぬ。神の見憐れみによって永遠から戻って自らの罪を告白し、清められるただ一度の機会を授かったのだ。もしパドレが今ここで罪の告解を聞き、罪を清めてくださらねば、神の見憐れみが授けてくれた唯一の機会は失われ無駄になり、再び永遠に地獄の熱き責め苦に戻されてしまうと。それゆえパドレは、その時には男はすっかり熱で気が狂っているのだと確信していたので、彼が恐ろしい罪のすべての物語を語り終えるまで語らせ、そして彼を清めてやったのでございます。落ち着かせるためでございました。病気でぐずる子に月をあげると約束するのと同じように。それであの夜、悪魔は大層不愉快だったに違いありません。セニョル、あの心優しき神父の良き気質ゆえに、自分のものであるはずのものを失ったのですから。
パドレ・ランチタスが許しの最後の言葉を唱えると、男は鋭い乾いた骨が鳴るような音を立てて御座の上に倒れ伏し、ノーバは部屋を去っており、ろうそくは最後の火花を散らして消えゆこうとしておりました。それゆえパドレはまだ開いたままの扉を急ぎ抜けて通りに出ました。そして彼が出るや否や、扉は鋭く閉まったのでございます。まるで内側から誰かが力強く押して固く閉ざしたかのように。通りに出て彼はノーバが待っているだろうと思っておりました。彼は彼女を方々探しました。男の熱が引いた折にまた呼んでください。私が戻って真の告解を聞き、本当に罪を清めましょうと伝えたかったのでございます。けれどもノーバはもうどこにもおりませんでした。暗闇の中で自分の脇をすり抜けて家に入ったに違いないと考え、彼は扉を軽く叩き、それから強く叩きました。けれども叩いても答えはなく、力いっぱい押して扉を開けようとしても、まるで石の壁の一部であるかのようにびくともしなかったのでございます。それでパドレは雨の中の寒空に無駄に立ちすくんでいるのは好まなかったので、友人の家と急ぎました。そして友人たちが待っていて、たくさんのろうそくが灯り、乾いて暖かい部屋に入れたのを喜んだのでございます。あまりに急いで歩いたので、帽子を取った時、額は汗で濡れておりました。汗を拭おうとポケットからハンカチを取り出そうとしたのですが、ハンカチがないのです。それで瀕死の男が伏していた家に落としたに違いないと思い至りました。それは普通のハンカチではございませんでして、セニョール大層聖地に刺繍されたもの、彼の名の頭文字に花を巡らせたものでして、彼が施し係を務めていた修道院の知り合いの修道女が彼のために作ってくれたものでございました。それで失いたくなかったので、彼は友人の召使いを県の古い家へ取りに行かせたのでございます。長い間の後、召使いが戻り、こう告げました。家は固く閉ざされており、扉を叩いていた折、夜警の一人が、そこを叩いても拳をすり減らすだけだ。何年も何年も誰も住んでおらぬ家だから。と申したと。これはそれまでに起こったことすべてと同じく奇妙さと謎に満ちておりましたから、パドレ・ランチタスは3人の友人たちにその夕方に自分に起こったことをいくらか語ったのでございます。それでたまたま3人のうちの1人がまさにその家を含む遺産を扱っている交渉人だったのです。交渉人はパドレ・ランチタスにこれは間違いない事実だと保証しました。その家は何やら込み入った法律問題のためにもう一生分の歳月固く施錠されたまま空き家であったと。そしてパドレ・ランチタスは別の家とその家を取り違えているに違いない。雨の暗闇の中で起こったことだから、それは容易に起こり得ると申されたのでございます。けれどもパドレも自分の側で間違ってなどいないと確信しておりまして、両者の話は少し熱を帯びて行きました。そして二人は確実な決着をつけるため、翌日の朝、その古い家で落ち合うことに合意したのでございます。交渉人は谷を持参することに。それで二人はそこで落ち合い、セニョール、中央の扉、ノーバの手の触れただけで開いたあの扉のところへ参りました。けれどもその扉の周囲は、交渉人が扉を開ける前にパドレ・ランチタスに見せた通り、破られていない蜘蛛の巣で覆われており、鍵穴は最後に鍵を見てから流れた歳月の間に少しずつ吹き込んだ埃で詰まっておりました。家の他の2つの扉も同じ状態でした。けれどもパドレ・ランチタスは
その証拠を突きつけられても自分が間違っているとは認めませんでした。交渉人は彼に微笑みかけながら、けれども納得させようとして谷穴の埃をほじり出し、谷を差し込んで錆びた缶抜きをやっとのことで引き抜き、二人は共に中に入ったのでございます。明るい日差しからその薄暗い場所、戸口だけから光が入り、扉も古い蝶つがいに緩んでつかえてしまい、半分しか開かないに入りますと、最初に見えたのは部屋がガランとして空っぽだということだけでした。けれども二人が確かに見つけたものは、パドレもよく覚えていた通り、あの悪臭でした。けれども交渉人は、ただこういった悪臭は閉ざされた古い家にはいくらでもあるもので、何も証明しないと申しました。一方、クモの巣と詰まったカニ穴は、確かにパドレ・ランチタスが昨夜この家に入っていないこと、そしてもう何年も何年も誰一人入っていないことをはっきりと証明していると、交渉人の言葉に対して答えるべきことはありませんでした。パドレは納得はしておりませんでしたが、自分が間違っていたという強い証拠に屈せざるを得ず、家を出てこの件を終わりにしようとしておりました。けれどもまさにその折、セニョール、彼は誠に驚くべき、戦慄すべき発見をしたのでございます。その頃には目が薄暗がりに慣れており、彼は片隅で国会を聞き取った男が伏していた場所のすぐ脇の床の上で白っぽい何かのきらめきを見たのでございます。そして、セニョール、それはまさしく彼自身が落としたハンカチでございました。それは交渉人を納得させるに十分でした。そこにこれ以上することもなかったので、二人はその悪く暗い場所から日差しの中へと喜び勇んで出てきたのでございます。パドレ・ランチタスはと申せば、セニョール、心は混迷というふうに満ちておりました。彼は自分が死人に国会を授けたという恐ろしい真実を悟ったのでございます。さらに悪いことに、地獄から熱きまま彼のもとへやってきた罪深き魂に許しを与えてしまったのだと、彼は家から出てくるときに帽子を手に持っておりました。そして二度と帽子をかぶることはありませんでした。その日の亡くなる日まで頭をあらわにして歩いたのでございます。彼は誠に良き人で、その生涯はいつも聖なるものでございましたが、その時から亡くなるまで祈りと断食と最も貧しき者たちへの絶え間ない助力によって、その生々をさらに高めたのでございます。やがて彼は亡くなりました。そして申し伝えによれば、セニョール、その古い家の壁の中からは死人の骨が見つかったとのことでございます。